美しき友情と奇跡。京都の夏、祭りの夜。街は提灯の光で輝き、祭りの音楽が響き渡っていました。焼きそばの香りが漂い、りんご飴売りの声や子供たちの笑い声があちこちから聞こえてきます。菊池家の長男緋色は幼い頃から地元のこの祭りを楽しみにしていました。今年も例外ではありませんでした。緋色の親友菊之助は彼と一緒に祭りを楽しむためにやってきました。2人は幼なじみでいつも一緒に冒険をしていました。小学校の頃、2人で秘密基地を作った思い出がよみがえります。菊之助は菊池家の庭で育った美しい菊の花を持ってきて緋色に手渡しました。これ、家の庭で咲いた一番美しい菊だよ。君の美しい心にぴったりだと思ってね、と菊之助は微笑みました。その夜、2人は祭りの屋台を巡り、笑い声を響かせながら楽しみました。突然、緋色は知恵のお地蔵さんの前で一つの屋台に目を奪われました。そこには古い巻物がいっぱい並んでいました。巻物の一つを手に取ると、美しい心を持つ者に奇跡をもたらすと書かれていました。緋色はその巻物を開け、菊之助と一緒に読むことにしました。巻物には、星と太陽が出会う特別な夜に美しい心を持つ者が願いを込めると、その願いが叶うと書かれていました。緋色と菊之助は巻物に書かれていた通り、心からの願いを込めて祈ってみました。すると突然、空に大きな落雷が巨大な光と音とともに響きました。その瞬間、緋色と菊之助の2人の心に温かい光が差し込み、彼らの願いが叶うことを心が感じ取りました。周囲の音が一瞬静まり返り、突然2人の心の前に現れたのは、彼らの守護神である美しい狐の精霊でした。狐の精霊は、緋色と菊之助の心に向かって優雅に語り始めました。あなたたちの美しい心がこの奇跡を呼び起こしました。私はあなたたちの守護神、狐の精霊です。あなたたちの願いを叶えるために現れましたと。その後、精霊は2人を裏通りの秘密の場所へと導きました。彼らは狭い路地を抜け、古い神社の裏手にある隠された扉を見つけました。扉を開けると、そこには古代の禅の精霊が集う美しい庭園が広がっていました。庭園には光り輝く花々や天の泉があり、空には星々が踊っていました。この庭園は美しい真実と友情の心でできています。ここであなたたちはさらに深い絆を築くことができるでしょう、と精霊は言いました。緋色と菊之助は庭園の美しさに心を奪われながら精霊の言葉に耳を傾けました。二人は庭園の中で特別な時間を過ごし、お互いの心をさらに深く理解し合いました。緋色は幼い頃に菊之助と過ごした思い出を語り、菊之助もまた自分の夢や希望を打ち明けました。その夜、2人は祭りでの奇跡を胸に、さらに深い友情を育みました。美しい心を持つ者には、必ず奇跡が訪れることを信じて、庭園を後にするとき、緋色と菊之助はふと振り返り、星空に向かって感謝の祈りを捧げました。
ありがとう、狐の精霊。僕たちはこれからも美しい心を持ち続けるよ、と。55年後の再会。時は流れ、55年後の未来。ヒイロと菊之助はそれぞれの人生を歩んでいました。ヒイロは動物病院の獣医師として動物の命を救うことに努力し、菊之助は建築家として災害に強い家を提供するために世界中を飛び回っていました。ヒイロは獣医師としての道を歩む中で多くの困難に直面しました。動物たちの命を救うために時には徹夜で文献を読み漁りました。貧しい飼い主には低価格や無料で医療を提供し、難病やがんで苦しむ動物たちを前に時に無力感に苛まされることもありましたが、彼は決して諦めず最新技術を取り入れていきました。彼の心にはあの祭りの夜に感じた温かい光が常に灯っていました。一方、菊之助もまた建築家としての道を歩む中で多くの試練を経験しました。彼は都市部の再開発プロジェクトにも積極的に参加し、古い建物をリノベーションして新しいコミュニティスペースを作り出しました。彼のデザインは伝統と現代の融合をテーマにしており、多くの人々に愛される場所となりました。彼はまた災害に強い家を設計するために世界中の被災地を訪れ、現地の人々と共に汗を流しました。この家はただの建物ではありません。ここに住む人々の未来を支える場所です。と菊之助は語りました。彼の設計した家が多くの命を救った時、彼は心からの喜びを感じましたが、その背後には数えきれないほどの苦労と努力がありました。ある夏の日、再び地元の祭りの季節がやってきました。ヒイロは懐かしい思い出に浸りながら祭りの会場を歩いていました。提灯の光が揺れ、祭りの音楽が響く中、かつてのお地蔵さんの前でふと目に留まったのはかつての友菊之助でした。菊之助、ヒイロは驚きと喜びの声を上げました。ヒイロ、菊之助もまた驚きと喜びで目を輝かせました。二人は再会の喜びを分かち合い、昔のように祭りの屋台を巡り始めました。笑い声が響き、まるで時間が巻き戻ったかのようでした。覚えているかい、あの巻物のことをヒイロが尋ねました。もちろんさ。あの奇跡の夜を忘れるわけがないよ、と菊之助は微笑みました。二人は再びあの秘密の場所を訪れることにしました。狭い路地を抜け、古い神社の裏手にある隠された扉を見つけました。扉を開けると、そこには変わらぬ美しさを保つ神聖な庭園が広がっていました。ここはまるで時間が止まっているようだね、とヒイロは感慨深げに言いました。そうだね。この庭園は僕たちの友情の証だ、と菊之助も答えました。二人は庭園の中で特別な時間を過ごし、お互いの人生の話を語り合いました。ヒイロは動物病院での経験を、菊之助は世界中で災害から守る建築物を作り、多くの人を守ったことを語りました。ヒイロ、君が動物病院でどれだけ多くの命を救ってきたか僕は感じる。君の情熱と献身には本当に感謝している、と菊之助は言いました。ありがとう、
菊之助。君も世界中で多くの人々を守るために尽力してきたんだね。君の努力には頭が下がるよ、とヒイロは答えました。その夜、二人は再び祭りでの奇跡を胸に、さらに深い友情を育みました。美しい心を持つ者には、必ず奇跡が訪れることを心から感じたのです。庭園を後にするとき、ヒイロと菊之助はまた振り返り、星空に向かって感謝の祈りを捧げました。ありがとう、狐の精霊。僕たちはこれからも美しい心を持ち続けるよ、と。この物語はフィクションです。ヒイロと菊之助の深い友情と、彼らの人生における努力と献身を伝えることができれば幸いです。どんな困難な状況でも、友情と美しい心が奇跡を呼び起こすことができることを感じていただければと思います。